ちりめん。こういうところでも売ってんだよね。うん。直売所。しらすね。福出漁港だって。そう福田じゃないらしいね、たくさん教えていただいて、ありがとうございます。福出漁港、コメントいっぱいいただきました。福出って読みます。難しいね。難しい、読めないよね。読めない。当たらなさそう、たくさん言っても海です。福出漁港。到着。渚の交流館。あれ全然いない人が。昨日ね、めっちゃ雨降ったからかなんか若干川とかもね濁ってたけど、なんか茶色っぽかったよね。斉藤です。いつもの福出漁港までやってきました。今ね、一回家に寄ってニコメリさんを置いてきたんですけど、しらす丼を食べに来ました。千葉のキャンプ旅の帰りなんですよね。だいぶ久々に家まで帰ってきました。5日ぶりぐらいですよね。行ってたんですけど、なんと今回の動画はどうなったと言われておりました。トレーラーのタオスを持って帰ってきました。お帰りなさい。今回はちょっとそれについて動画を回してるんですけど、コメントとかメッセージでもタオスはどうなったんですかと、結構いただいておりまして、説明をしてなかったので、駐車場が見つかってなかったんですよね。引っ越しをしてから2月に引っ越しをしたんだけど、タオスが置けるような駐車場がなくてずっと探してたんですよ。で実はね、自分たちの家の近くって駐車場空いてる場所が全然なくてですね、今回やっと5月から借りることができたので、契約をしたんですけど、それまでねどこにあったかというと、いつもこのシェビー君をメンテナンスとか車検とかやってくれてるアメリカンクラシックスさんの車庫をちょっと借りてました。それまでそこに置かしてもらってた、とりあえずね。で今回やっと駐車場が見つかりましたので引き上げてきたと。千葉のね旅の帰りに寄らせてもらってちょっと引き上げてきたって感じですね。はい、こちら。やばい、風。毎日風ですあんまり無風の日はないもんね。無風っていうのはもうほぼ体験してないですね引き上げてきたタオス。でこれは今ここに乗ってるけど、このまま持ってきたわけじゃなくて、今ちょっと邪魔なんでどけました。ここに移動する時の動輪ね。でこれを引き上げてきたんですけど、ちょっと中をいろいろせっかくいじったんだよね。で DIY で中身をきれいにしたんで、それは別の動画で撮ってるので、リンクを載せておきますので、ちょっと見てもらえたら嬉しいんですけど、これ本当に駐車場見つからなかったら、売ろうと思ってたんだよね。もう少し、今5月でしょ、もう夏まで見つかってなかったらもう多分売ってましたね。そうですね、ずっとやっぱ置かせていただいてるのもすごい申し訳ないなって思ってたし、ちょっともう手放す覚悟をちょっとしながらっていう感じでしたね。もう無理かなって思ってたらぴょこって駐車場が空きました情報を手に入れたので、なんとか持って帰ってこれたんですけど、こんぐらいのサイズ感です。4メーターないのかな、確か。そんなに長さは全然ないよね。でもね、幅が2メートルぐらいあるんですよ。この後ろから見ると分かるんですけど、横でっかちじゃない？そう、横にすごい広い。横でっかちで、幅がね2メートルあるんですけど、ポップアップでこう回すとバーって屋根が上がっていくっていう感じです。これがね、今お風呂みたいになっておりますが、テントのようになっていきます。
一応ねコールマンのテントなんだよね、そうこうなんか古いね、コールマンが可愛くて、心を打たれて購入しました。ヴィンテージトレーラーですね一応。はいはい、こんな感じでつながってると。はい、これです。はい、シェビーにつないではるばる帰ってきました。はい、こっちなんですけど、はい、今回ちょっと千葉の旅に行ってきて、それ変わった部分がいくつかあって、まずここに網戸、去年同様網戸をつけました。はい、これでねここ閉めれるっていう感じですね。こういう風にまあこうもう風がすごいんでこんな感じです。ちょっとなんかつめつめして縁を押さえながら閉めることができると、まあちょっとある程度の虫はこれで防げるかなっていう感じです。そうだね。まあ完全ではないですけど、まあ、こんな感じ。はい、っていうのと、後ろも網戸を設置してこんな感じにしてます。こっちはこうマグネットでくっつくやつなんで、後ろもね網戸をセッティングしました。はい、これで結構横と後ろ空いてると中にいると風が通って結構涼しいです。全然違うよね。はい、それと前説明してたバッテリーあったじゃないですか、あれがちょっと変わったというか増やして行ってました、旅に。実はこの冷蔵庫の奥にセッティングしたんだけどちょっと見えづらいけど、これですね。結構前に動画でさ、使ったこのローバー2000っていうやつ、2000ワットのバッテリーなんですけど、このローバー2000の、拡張バッテリーが出たってことで、この今下にいるやつですね。これちょっと見えない、ちょっと見えづらいですけど、この下にいますよね。ここにこの人ですね。そう拡張用の同じ2000ワットアワーのバッテリーで一回取りますか。これは前使ってたやつで同じなんだけど、今回使わせてもらってるのはこれこっちのこれが拡張バッテリーですね。最近この拡張系をよく使ってんだけど、このでっかいホースでこっちとこっちをつなげて拡張してます。こっちの説明の時にも言ってたんですけど、その半固体電池っていうちょっと新しいタイプのバッテリーなんですよね。それだと何がすごいかというと、ちっちゃいんだよね。とにかく、このサイズ感で2000ワットって結構ありえないというか、重さはそれなりありますけど、結構これすごい、あと暑さにもすごい強いので発火しづらい、だから夏も結構安心なんですよね。今回ちょっとこれを乗せてみました。こんな感じで乗せてもさ、なんかスリムだなっていう、これでこう後ろでつなげると、こんな感じで表示が出ます。でこれ単体ではね使えないんだけど、あくまでもこれに拡張用でつなげて使うやつなんだよね。計4000ワットアワーのバッテリーになりますので使っておりました。ただ急速充電がついてるんだけど、急速充電しかできないのね。だからRV パークとかで容量の小さい電源の場合は充電ができないっていう、使えない場所もあるっていうね。唯一気になるポイントとしてはそれぐらいかな。あとちょっと充電音がファンの音が結構するので、そこは大容量だと結構あるあるかなとは思うんだけど、でも容量がやっぱ大きいからさ、充電しながらではありますが、なんかなくなる心配とかほとんどなかったよね。バッテリーがないみたいなことはないんで、すごい便利でしたね。やっぱり長旅だとこういう電源システムが一番重要になってくるかなって思ってて、ワンちゃんもいるし、夏エアコン使うし、冬は電気毛布使うってなると、必ずしもねうまい具合に合間合間で充電スポットがあるとは限らないんで、やっぱありがたいですね。そうですね。我が家はねちょっとこう PR とかで使わせてもらっててありがたいんですけど、それ抜きにしてもやっぱちょっとお金かけて長旅するには準備する場所かなと思うんだよね。
キャンピングカーとかならいいんだけど、もともとついてるし。ありがとうございます。よいしょ。結構ね、置き場所もね悩むけど、ちょうどいいところに2つ重ねて置けるからよかった。一番変わったのこれです。はい。前にこの後ろに棚にしてたテーブルなんですよね。はい。これをちょっとこう短く削りました。これで最終型というか 4A のテーブルが完成しました。すごい。ちょっとやってみましょうか。これでもいけるかな。こう今ここでテーブルになってるじゃん。ここでご飯食べたりとかパソコンやったりとかできるようにしているテーブルがまず1通り目。そうで2通り目こっちで後ろに持っていって、次はこの一番後ろにセットして L 字コーナーテーブルとして使用する形でございます。そうなんです。前は板が長かったので右端の緑のクーラーのところに重なってたんですけど、そうここね改造されまして、これが2つ目。はい、あそこにねちっちゃい木を打つことによってちょっと見えないかもしれない。この木で支えております。ここの後ろの棚になるっていうのが2つ目だね。後ろで使う時は前で食べたりパソコンしたりしない時とか、簡単なコップとか置いたりする時とか便利かなと思います。今ちょっとあっちのね右上に荷物めっちゃ乗ってるんですけど、寝る時にあそこに上に上げて、寝ない時は木の下に詰め詰めしてちゃんとテーブルとして使用しております。ここね。はい。ちょうどね寝て起きたまんまになってるんで全部上に上がってるんですけど。じゃあ4個目。3個目。実はポールの長さ2種類ありまして、さっきの前で使う時は短い方。これね。これは1回しまいます。はい。次長い方が出てきました。さてどこにつくか予想してください。ここです。はい、中間地点。ここになります。ここでね。実はポールを刺すところも2箇所セッティングしてあります。こんな感じで。はい。あんまこれは一番使わないと思うんだけど、でもこういう感じで作業台。何が一番いいかってこのやっぱ足を下ろしたい、下ろしてテーブルが欲しい。そうだね。さっきのだと上にあぐらをかいた状態でやることになるんで、やっぱ足を下ろせるってすごい楽なんだよね。そうちょっと高いんだけど仕事机とかに近いような姿勢になる。これはやっぱねずっと同じ体勢してると体がね凝り固まっちゃうんで、こういう体勢もできたらいいねってことで、はい、これが3通り目となっております。ラスト。よいしょ。裏はねこんな感じで。そう2箇所刺せるんだよね。足のポールはね2箇所刺せるようになってて、最後これを使います。では最後です。はい。これはなかなか思いつかないはず。テーブルこのもう板すらしまっておきたい時、そうこれね最初言ってたんだよね、これどこに置くみたいな。結局何にもどこにもセットしない時どうするって、一番後ろにやっちゃうと寝られないんですよね、さっきのテーブルバージョンは。ここはね。そうなんでちょっと今タオスがいるんで開かないんだけど。そうだね、最後全開で開かないんで。ここです。なんと蓋です。ここにつけてこうしまえるという感じで、素晴らしい、収納場所ができました。昨日ねやってみたんだけど、いつもこうなってるじゃん、網戸が。マグネットでペチペチとついています。このままつけれるんですよ。
あ、じゃあさらにピシッと網戸が。そう、網戸が風でひらひらされなくて済むっていう。あ、それいいですね。まあ、扉開けてる時もね。そうそう。確かに確かに。すごい。あ、それでさらに虫除けになりますね。こんな感じで。すごい。これが4ウェイでした。はい。4ウェイ。まあちょっとね、この部分が、前はここに乗せてるだけだったんだけど、せっかくなら、いろんな使い道できた方がいいかなと思って作り直しました。やはりこれはもう今史上初。今史上初。本当に今史上初です。以上です。はい。このね、前にテーブルセットしちゃうと、今度ニコメリのこのトイレスペースにしてるこの場所が狭くなっちゃうしっていうんで、これだけの4通りのパターンでできるようにということで太郎ちゃんが開発しました。まあ見た目は別に何でもないんですけど、そのまあね、塗ったりもしてないし、何もしてないんだけど、一応そういう風に使えるよと。実用的です、かなり。あ、お腹空いたね。お腹空いた。しらす行きましょうか。ああ、今日どうしよう。次来た時はお蕎麦としらすのかき揚げのセットにするって豪語しておりましたが、生しらすが食べたいってお腹が言ってます。どうしようかな。すごいさ、海青いよね。海は綺麗ですね、今日も。めっちゃ綺麗。グリーンっていうの。おー、綺麗。今日って定休日、毎週火曜日なんですが、振り替え休館のお知らせ。5月8は4月29の振り替え休館日とさせておいて。なんかみんなだから来て「うえー!」とか言ってたんだ。で帰って行ってたんだ。何人もいました。あ、そういうことか。そういうことだったんだ。マジか。撮影が終わったらしらすを食べる気満々でいたんだ。とりあえずじゃあ移動しましょうか。はい。また絶対食べに来るからな。しらす。まさかの。まさかのでした。まさかの振り替え休日。そっか、そういうパターンもあるよね。ゴールデンウィークに営業してたからってことか。そうかも。休みの日っていう火曜も含めやってたのかもしれないですね。なるほど。だから1日分休まないと。See you again しらすくん。はい、ということで違うところにお昼は食べに行こうと思います。思うんですけど、タオスを引いたまま行けるとこってあんまなくて。ない。だからもう一旦帰ろうかな。一旦ちょっとタオスくんは新しいお家に切り離して置いてきて、そこでお休みいただいて、まあシェビーでも他の車でもいいんですけど、また別のとこにランチは行くとします。まあちょっとこれでタオスも戻ってきたので、またタオスを引っ張って長旅に行きたいなっていう願望があるんですけど。そうなんですよ。やっぱり迎え入れてから、そんなにキャンプは行ってますけど、1泊とかしかだから行ってないんだよね。そうなの。なんか本当のタオスを迎えた時のなんか本当の気持ちっていうか、私たちがトレーラーでやりたかったことが、やっぱりこうちょっと遠出して、止めて、でタオスを組み立てちゃって切り離してシェビーであちこち行ったり、じゃあ自転車であちこち行ったりして、ある程度連泊して楽しみたいねっていうのがあったんですよね。でニコメリいるしテントじゃないから、ある程度いろんな気温にも耐えられるかもしれないって思って、その時は冬だったんですけど、ヒーターがつくんでタオス、だからなんかそういった醍醐味みたいな、何泊もするっていう楽しみをまだ味わってないから、このまま駐車場が見つからなくってタオスとバイバイするっていうのはなんか気持ち的にモヤモヤするものがあって可愛く DIY してあんまり一緒に旅できてないなみたいなね。
なので今回駐車場があったからもう本当に良かったんですけど、ただそれはそれで結構調べたんですよ。その連泊割とかなんかキャンプ場でコロナ禍ちょこちょこ見かけたんですけど、ワーケーション的な、なんか10泊したら日割りにすると普通にキャンプするよりちょっと安いですよみたいな、なんかそういうので1ヶ月とか1週間とかやっぱ行きたいなって思うんですけど、今探すとあんまりなくて、やっぱできれば連泊したらちょっと割安になったら嬉しいなみたいな、なんかどっか皆さん知ってるところがあったら教えていただきたく存じます。虫がいる。虫が入ってた。さっき羽織みたいのがいた。1週間の長期連泊みたいな、そうちょっと今年はそれを計画しております、やりたいね。はい。でこんなところ良かったよみたいな、もちろんちょっと車も大きいしトレーラーも置けてっていう感じになるんですけど、切り離して遊びに行ったりして連泊するとちょっとお得な価格なところありますよみたいなのをもし知ってる方がいたら教えていただきたいと思っております。なんかいくつかさ候補はあったんだよね、なんか琵琶湖の周辺とか楽しそうだなとか、いろいろ言ってたんですけど、お仕事もしないといけないんでいろいろやんないといけないから、やっぱりこうある程度その無料キャンプ場とかバッテリー全然充電できませんとかだとちょっと難しいかなとか、いろいろ条件がついてきちゃうかもしれないんですけど、なんかね、いいところがあったらすぐにでも行きたいそうですねっていう気持ちはあります、はい。なんかそれが憧れだったんですよ。なんか旅してる時によく見かけてたんですよね、トレーラーを引っ張ってきてる方で、その引っ張ってる車で出かけてっててトレーラーだけ切り離してて、だから簡単に旅が楽しめるなって思ったんですよ、それに憧れてたっていうのもあって、コメントでいろいろ教えてもらっていたうなぎのシマゴンがここら辺なんですよね。あ、そうだよね。そう、シマゴン。シマゴン行ってみたいな。行っちゃおうかな、もうこれ。行きたい行きたい。でもタオス外してタオスは持っていけないと思うからあれなんだけど、シマゴン行きたい。なんだかんだうな重的なの食べてないよね。そうこっち来てから高いからさ、そう簡単にはねなかなか行けないですけど、許されるなら行きたいです。全然100万%ランチを探しに行きたいと思います。シマゴン最後までご視聴いただきましてありがとうございましたありがとうございました。はい、無事にタオスは持ってこれたよという動画でございました。タオス使って旅の動画出していきますので、ぜひチャンネル登録の方しといていただけたら嬉しいです。よろしくどうぞ。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。